本日のローム相談 Q&A ですけれども、テーマ、質問ですけれども、ミャンマーのインターンが入社しますということで、ミャンマーから、インターンが入社しますと。で、仲介業者は間にいますが、こちらで準備しておく必要書類は何でしょうかという質問になります。で、回答がこちらの方にございますけれども、結構ボリュームがありますので、今回は2点に絞ってお話ししたいと思います。まず、この中で気になる点というのが、この、日本の入管法、在留資格、特定活動、告示9号とあります。で、この、外国人が日本に来る場合に、まず働く場合には在留資格っていうのを見ると思うんですけれども、その時のこの特定活動告示9号というのが、今回該当するということですね。で、要件っていうのは、外国の大学に在籍する学生が、教育課程の一部として、日本の企業で実務に従事すること。で、大学発行の推薦状や単位認定に関する証明書が不可欠ですということで、インターンの場合は、特定活動に該当するということで、ちょっと私も気になって、在留資格ですね。ちょっとまとめてみました。今、画面変わってますか？はい。で、よく聞くのが、技術、人文知識、国際業務とか、あと、留学っていうのもよく見ると思うんですよね。学生さんとかで。あと、この下に特定活動があると。で、それぞれ、その想定対象っていうのが違ってまして、で、技術、人文、国際業務っていうのは、外国人の専門職。で、大学卒業等の、学歴の要件とか、実務経験があって、通常は外国大学の在籍中の短期インターンはあんまり利用できないと。将来的な正社員採用では検討の余地ありというふうになっています。で、留学ですね。これに資格外活動がよくくっついていると思うんですけれども、日本の、これは、日本の大学や専門学校に在籍している、その外国の大学生、外国人の学生さんに対象となるものになります。ですから、ミャンマーの大学に在籍しているのみでは、通常はこの在籍資格は対象にならないということで、今回の言うこの特定活動の告示9号、特定活動たくさんあるんですよね。この通常の在留資格に当てはまらないもの、いろんなものがこの特定活動にいくつもあるんですけど、そのうちの9号なんですが、これは教育課程の一環ですね。外国の大学に在籍している学生が、日本の企業でインターンシップで働く場合に、使える在留資格になります。これが特定活動の9項になります。はい、ちょっとこれでまず在留資格の方を整理していただいて、で、これは別にミャンマーに限ったことではなくて、これはもう一般的な在留資格のお話になります。で、回答の方ですね。でも2点目お話ししたいのが、そのミャンマーっていう国からいらっしゃる場合のっていうことで、注意点をこちらに3の方で実務上のっていうふうに書いてあるんですけれども、これもちょっとまとめていました。どっち変わってますか？はい。まず、前提として、情勢のリスク面がまずミャンマーにはあると。で、2021年のクーデター以降、軍政下で、行政運用が不安定な状況が続いているっていう背景があります。あと、徴兵制もあって、対象年齢の男性の出国が制限されるケースがあるっていう、そういう情勢がまず前提としてあるっていうことがあります。で、手続き面で、特徴的なのが、この OWIC。OWIC っていうのがあります。これは、ミャンマーの労働省が発行する海外就労者向けの身分証明書カードです。で、IC チップが搭載されているので、スマートカードと呼ばれることもあるそうです。で、この OWIC がないと、まず空港出国できないということですね。出国する際に確認されて、それがなかったら出国できないっていうことがあります。で、今この OWIC を発行する、
手続き、発行だったり、審査が、この、行政手続きの、この、ミャンマーの、不安定な情勢っていうのもあって、OWIC 発行に結構時間がかかるケースがあるっていうことがありますので、これがないと出国できないので、早めの準備が必要ということになります。で、デマンドレターですね。これは日本側企業が発行する受け入れ条件書だったり、求人票なんですけれども、これは別に他国でも使われるような書類なんですけれども、ミャンマーでは特に、労働省の登録が必要っていうふうにもある通り、結構、重要になってくるそうです。で、次ですね、送り出し期間の確認ということなんですけれども、今回、質問文のところに仲介業者が間に入ってるっていうふうに書いてありますが、まずその仲介業者っていうのはおそらく日本の会社で、その仲介業者の日本の会社のさらに、そのミャンマー側の方に次にその送り出し機関っていうミャンマー側の機関があるんですね。で、この送り出し機関の方から、インターン生の方を出してもらうわけですけれども、書類がその OWIC との書類が揃っていても、書類が揃ってそのカードが発行されないケースがあるので、実際には出国できていない状況っていうのが結構多発しているということなので、その送り出し期間の方に、実績ですね、直近、例えば3ヶ月から6ヶ月以内に、ちゃんと出国実績があるかっていうのを、調べておかないと、なかなかその出国できないっていうような状況に陥る可能性があるということです。で、それから大学発行の書類の確認ですね。先ほどお話しした、特定活動の9号っていうところは、とにかく学業中心で、その学業の一環としてのインターンシップですので、その大学発行の書類っていうのが、その在留資格の審査とか、信頼性のところで審査の核心となるということですので、これがしっかり取れているかどうかっていう確認も必要になってきます。で最後に、税務面ですけれども、これ日本とミャンマーの租税条約によって、一定の要件を満たす学生さんについては、日本の所得税が免除される場合があるということです。こちらも、来日後、速やかに管轄の税務署に、この租税条約に関する届け出書を提出する必要があるということですので、受け入れる会社側の方にも結構いろいろ準備する必要があるということですね。で、今回、は、ミャンマーの話だったんですけども、外国人採用するってなると、例えば在留資格だったり、ビザだったり、いろいろ受け入れる会社側には、注意すべき点っていうのはあると思うんですけれども、今回のように、その国独自の特徴というか、ルールみたいなものが結構存在するということですので、外国人を採用する場合には、そのあたりもしっかりと、調査して、しっかりと期間を設けて準備をするということが必要になってきます。本日のローム相談 Q&A のフィードバックは以上となります。